はいどうも、車とチューバーワンソクチューブです。今回はですね、47都道府県を愛車で巡る車旅ですね。今23台になってしまいましたが、今回の旅車は、納車された新型ミニカントリーマン JCW ジョン・クーパーワークスですね。こちらで南伊豆を目指して走って行きます。思い立ったが吉日ということでね、フラッと前日に宿を予約して、ちょっと旅行に行きます。じゃあちょっと今高速の合流なんでエクスペリエンシーズをゴーカートモードにしてヤッホーということで、ゴーカートモードで走って行きますが、ちょっと車が多くて全然加速できないですね。じゃあここで行ってみましょうか。まあそんなに加速できないですけど踏めば速いはず。2リッターターボに7速 DCT が組み合わされていますが、馬力は300馬力オーバーと、通常のね S オール4と同じ2リッターターボなんですが、ジョン・クーパーワークスは専用チューンがされていてですね、パワートルクとも大幅に増大されているということで、言うなればですね M35i の新型 X1 の M パフォーマンスモデルと同じパワートレーンというふうに考えればですね、逆にお買い得かなとも思ってくるわけですね。ちょっと全然踏めないですけど、まあでもねエキゾーストがねブボボボボっていういい音がしますね。パラ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 みたいな音しますけど、これ全部疑似的にスピーカーから鳴らしてるという説があります。外は静かと、騒音規制に対応しているという感じみたいですね。まあ、でも結構上がる音ですね。はい、かなり力強い、余裕がめちゃくちゃありますね。まあ私 BMW 系のね、車っていうのは M240i そして X1 の 20D で 20i も3ヶ月ほど乗ってましたが、このミニも中身は BMW が作ってるんで、まあ、都合4代目っていう形になると思うんですが、まあ、結構ね BMW 好きになってきましたよね。今まではアウディ、メルセデスとかはそれぞれ2台ずつ乗ってたんですけど、もはや今、BMW 系の方が、乗ってた台数は多い。しかも今 X1 も乗ってますから、2台持ってると言えると思います。でこちらのカントリーマンは今まで、クロスオーバー、ミニクロスオーバーと言っていた、車種がカントリーマンというふうに名前を変えた、モデルとなっていますが、もう中身は X1 です。ステアフィールとかも X1 のそれにかなり近いです。軽いめですね。だから今までミニに乗ってた人からしたらちょっとスカスカでなんか、ステアがなんかイメージと違うっていう風に言う方が多いんじゃないかっていうぐらいステアは軽めですね。私も重めのねステアリングフィールの方が好きなんで、ちょっと X1 であるとかこのカントリーマンはちょっと軽いかなとは思うんですけど、まあ、とはいえ設置感が希薄かというとそうではなくてですね、しっかりと遊びが多いわけではないので、めちゃくちゃキビキビ、走るという感じで、割とフランス車のそれにも近いかもしれないですね。じゃあエクスペリエンシーズを元に戻しましょう。コアに戻します。まあ、そうするとエキゾーストの音とかもまあ比較的静かになってですね、落ち着いて走れるという感じですね。いやしかし走りはいいですよ。乗り心地もいいで、見た目はちょっとミニじゃないんじゃないかとか、スイフトに似てるとか散々言われてますけど、いやスイフトと見比べてみてください。ライトの形が似てるっていうこと以外はほぼ似てないですから。それ言ったらタイヤが4つついてる車はみんな同じかっていう話になっちゃうと思うんで、ハンドルまでついてますからね、もうそっくりですよねっていう話になっちゃうじゃないですか。で今回、ナビのテストとしてですね、ワイヤレスでカープレイでつないで、Google マップで案内してます。なんかねこっちやろうとしたらね利用記憶が永遠に同意できなくて終わってなんか固まっちゃったんで、今回は Google マップでルート案内をしてますが、カープレイを使うとこういう風に丸いディスプレイなんですけど、中央を正方形のような形で切り抜いたような感じになって、カープレイが、映るという感じでした。で通常のナビは、このカープレイでマップで案内している時には、作動しないという状況っていうのが分かりました。先にカーナビの方のルートガイドを、した状態で後からカープレイの
ナビを起動するっていうこともできるんですが、そうするとね、この上の方のボタンが押せなくなっちゃったりとかしてて、なんかちょっとバグったみたいな挙動になってたんで、どっちかを使って、ルートガイドをするというのが良さそうです。ただカープレイの地図だとヘッドアップディスプレイとはなんか連携してなそうな雰囲気はありますね。どっちがいいかっつう問題だと思いますが、ちょっと試しに使ってみて、途中で、また普通のカーナビに戻すかもしれないですね。やっぱヘッドアップディスプレイと連携してた方がルートガイド的には分かりやすいですからね。純正のカーナビでも、Google マップでも高速道路のパネル表示は出ないという形になっています。最近の BMW ではね、iDrive 8以降は高速道路のインターチェンジとかサービスエリアとかそういったパネルが出なくなってすごく不便になってますが、こちらのミニでも同様という感じですね。それは結構な残念、クリティカルな残念ポイントになります。だからこそこっちを使いたかったんですが、なぜかアップデートしたら利用規約が同意しても何回も同意してくださいっていうのが出て、なんか使えなかったっていう、ちょっと挙動が若干不安定っていう口コミもありますけど、個人的にはねこっち使いたかったんだけどな。で今回は南伊豆を目的地にしていて、何気に結構遠いんですね。目的地まで250キロぐらいありますので、往復500キロの旅という感じになると思います。初のねミニが納車されてからまだ1ヶ月ぐらいですけど、ロングドライブとなると思います。果たして燃費とかね、その他やっぱ長く乗ってみないとわからないことっていうのがあるので、そういうのもねレビューしながら走っていきたいと思います。はい、山手トンネルに入り、カープレイが、お亡くなりになりました。というのもですね、カープレイの、Google ナビとかはですね、スマホの GPS データを拾っているので、車のジャイロセンサーとかを拾っているわけではないので、トンネルに入ると GPS をロストすると。で、これは BMW とかどのメーカーにも限らず、カープレイで、カーナビを使っている車は宿命なんですけど、長いトンネルは使えないと、自分の自社の位置をロストしてしまってですね、まともなルート案内ができなくなるという欠点があったのをすっかり忘れていました。なので、今回も山手トンネルに入ったらですね、GPS をロストしてですね、周辺の一般道を走ってるみたいなわけわからん挙動になって、終了したという感じで、カープレイは解除してですね、BMW の通常の、ナビを使って、今ルートガイドをしているところです。なのでちょっと遠回りになったかもしれないね。東名じゃなくて中央道で行った方が良かったのかもしれないですけど、ちょっとナビがバカになってしまったおかげでですね、東名経由で、行くルート案内に変わってしまいました。ちょっと中央道に入り損ねました。これがあるからな、カープレイのナビはちょっと信頼性があれですよね。だから自分は今知ってるから、この山手トンネルでもロストしてもですね走ることができますが、知らない人が東京とかほとんど走ったことない、レンタカーとか使ってる人がナビついてなくても今はスマホでできるんだいって言ってやってもですね、こういう状況になるというのは忘れてはいけないかなと。で当然山手トンネルだけでなく圏央道であるとか、その他長いトンネル、あとは山の上の方に行って、スマホの電波が、届かないエリアに入ると、当然カープレイのスマホのナビゲーションは使えなくなりますのでご注意ください。ということで、ミニのカーナビに戻して、ルートガイドをして、走っていきたいと思いますが、ご覧の通りですね、高速のパネル表示は出ていないと。ただこういうね分岐とかのイラストは出るという感じですね。ただこの高速のパネル表示が出ないとどんな弊害があるかっていうと、この先のインターチェンジとかサービスエリアとかが何キロ先にあるのかと。で例えば、トイレ休憩をする際などに次で行こうか、次の次まで我慢できるだろうか、ご飯の休憩をするときに、次のパーキングエリアだと、なんか喫茶店ぐらいしかないけど、その先のサービスエリアまで行けば大きい食堂があるみたいだみたいなのがこうナビのねパネル表示が出ていれば分かったりするわけですよね。それが出ないとなると、そういった高速道路での旅の予定が立てにくいと
ほぼ立てられないと言っていいと思いますんで、そういうところがね、なんでなくしちゃったんだろうって感じですね。これは BMW とかこちらのミニに限らず、最近ではですね、フォルクスワーゲンのナビ、あと、ボルボ、プジョー、シュトレーンとか DS とか、あのあたりも同様に高速のパネル表示は出ませんので、テスラも出ませんので、その辺はご注意ください。この先料金所となってますので、ちょっと料金所ダッシュを試みたいと思います。またエクスペリエンシーズをゴーカートモードにします。よっほー。さらにですね、こちらのミニカントリーマンにはですね、BMW の X1 とかと同様にですね、ブーストモードというね、私が通称トランザムモードと言っているブーストモードがあります。パドルのマイナスボタンを長押しするとですね、10、9、8とカウントダウンして10秒間だけこのように超加速が使えるというね、ブーストモードがあります。いや、加速はね、めちゃくちゃいいですね。でも若干ちょっとトルクステアみたいになる感じもあるな。4駆のはずなんですけどね、なんかちょっとステアが加速中にこうハンドル取られそうになる感じもある。だからトルクがめちゃくちゃあるんだろうとは思いますが、4駆なんですけどね、こちらオール4なんですけど、ちょっと気をつけながらギュッと握りながら、加速した方がいいんじゃないかなっていうぐらい、持て余すぐらいのトルクがあると言ってもいいかもしれないですね。はい、それでは、ここからまたこのねトランザムモードも試したところでですね、これずっとやってるとね燃費も悪くなりますんで、エクスペリエンシリーズをまた、じゃあせっかくなんでなんか違うモードにしてみましょうかね。タイムレスとかにしてみましょうかね。はい、そうするとこういうメーターとかね、ヘッドアップディスプレイの中も、デザインが変わるんですけど、これちょっとねアナログの体重計みたいなね、デザインに変わっていくという感じですね。はい、今ですね渋滞に巻き込まれてしまいました。そうするとアシステッドドライビングプラス前提条件に注意。中央分離帯がある道路でしか利用できません。引き続きドライバーは交通状況を観察して必要に応じて介入する責任を負いますというふうに出ていますが、こうするとですね、今ハンズオフが、できています。はい、このようにですね、この、ミニカントリーマンはですね、中身は、BMW の X1 と同等なのでアシストプラス機能まであります。これは高速道路で、60キロ未満でという条件付きにはなりますが、ハンズオフができると。アダプティブクルーズコントロール中に60キロ未満まで落ちるとハンズオフができると。なのでこういう、渋滞のようなシーンではですね、ハンズオフができるということで、やっちゃえミニですね。で今完全にハンズオフで走っていると。必要に応じてドライバーは介入してくださいっていうふうに書いてありましたけど、前をちゃんと見てないとよそ見で怒られます。ここにドライバーモニタリングカメラがありますんで、カメラというかセンサーでドライバーを監視してますんで、よそ見もできないという状況になってますが、このようにハンズオフが60キロまでできると。トヨタのアドバンストドライバーは40キロ未満、ほんと渋滞のノロノロの時しか効かない。でスバルのアイサイト X では50キロ未満で、こちらのミニカントリーマンとか BMW のアシストプラスでは60キロ未満まで効くという状況になっています。なんかランボルギーニのすごい車がなんか隣にいますけど、ランボルギーニ詳しくないから何の車か分かんないけど、すごいのがいますね。はい、ということで、このまま渋滞をね、アシストプラスで、ここで今緑に光ってると思いますが、この緑に光ってる状況だとハンズオフができるという状況になっています。じゃあこのまま走っていきましょう。はい、引き続きですね、東名の渋滞に、巻き込まれております。で今、アシストプラスでハンズオフでずっと走ってるんですけど、ちょっとねなんかジャダーのようなガタガタした、動きをする時があります。微低速で、時速10キロ未満の時とかにクルーズコントロールで、発進停止みたいなのをする際にですね、ちょっとガク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 ってなったりするような時がありますね。これもだからもしかしたら DCT が1速とか2速とかのところでこうつながりの関係なのかもしれないですけど、ちょっとガクガクする時がたまにあるという一応レビューフィードバックをしておきたいと思います。出ない時もあるんだけど、本当にやっぱ微低速で
5キロとか6キロとかで、減速してって再び加速をしようというようなシーンとかだとなんかちょっとガク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 って出たりする時がありますね。今は大丈夫そうですね。はい、今ですね、新東名に入りまして120キロ区間をぶっ飛ばしております。まあ静かですね。一番聞こえるのは風の音という形で、まあ結構スクエアな形してますんで、ミニカントリーマンはだから風切り音がまあ一番聞こえるかなという感じ。本当にでもね、パワートレーンはめっちゃ静かですね。X1 でも相当静かでしたけど、こちらの、ミニカントリーマンでもジョンクーパーワークスでも静かと。マイルドハイブリッドついてんじゃないかっていうぐらいね、アイドリングストップからの復帰ではね、音がしないですね。で、超渋滞しててですね、埼玉から南伊豆まで5時間ぐらいかかるというルートのね、案内してましたが、南伊豆ですから、伊豆でも突端の方ですからね。はい、今ですね、伊豆縦貫道を降りて、月ヶ瀬インターで降りて、道の駅月ヶ瀬で、トイレ休憩をしてですね、ちょっとだけお土産を買ってですね、で、一般道で、南伊豆を目指しているところですね。天城越えを、するところですね。でここからちょっとワインディングになるので、ジョンクーパーワークスのこの走りをね、楽しみながら行きたいと思います。でパドルがジョンクーパーワークスにはね、ついているので、ちょっとしたね減速をしたい時とかはパドルがやっぱりあると楽しいですし、7速 DCT はですね結構小気味よくですねスパスパと、変速してくれるという感じですね。でトルクがめちゃくちゃあるんで、こういう上り坂でもですね高いギアを保ったままですねぐいぐい登っていきますね。ディーゼルじゃないのって錯覚するぐらい、トルクがあります。でステアはちょっと軽めなんですけども、高速走ってた時はやっぱりね車速緩応式でですね、重めになってましたね。でもやっぱこういう中間速度域で、ステアを切ると、やっぱやや軽めだなという印象はあります。おー速い速い。じゃあちょっとエクスペリエンスシリーズをせっかくなんで、ゴーカートモードにしてヤッホーって感じで走っていきましょう。パラパラパラっていう音をね、させながら、結構後ろの方のスピーカーから鳴ってますね。おお、ええな。で電子可変サスがこうジョンクーパーワークスにはついてたと思うんで、モードによって足回りとかも変わってるはずですね。ですね、楽しい楽しい。こんなに大きい、車体なのに、大きいっつって言っても 4.5 メーター以下ぐらいのサイズにはなってるんで、CX5 とかよりはちっちゃいぐらいのサイズ感ですね。ZR-V と同じぐらいと思っていただければと思いますが、結構ねそう考えるとでかすぎないでしょ。でかく見えるんですけど ZR-V より超小さいと思ってもらえれば、サイズ感ってわかるかと思いますが、それをねサイズ感の割にはねかなりヒラヒラ、もうすごくコンパクトな感じ、まさにゴーカートフィールと言えるような、車がね小さくなったような錯覚を受けるような走りをしてくれますね。このステアもね結構今回軽めなんで余計そういう、感覚があります。でも軽いからといってダルではないですね。ちゃんとキビキビ車体の向きを変えてくれるという感じですね。遊びがないで、ちょっと前が疲れてしまったんで全然走れないんで、ちょっとね山坂道のインプレッションもほどほどに、今回、南伊豆にあります休暇村南伊豆を目指しています。休暇村はね以前にも、ちょっとソルテラで、泊まって良かった印象があったんでですね、今回もプライベートでちょっと行ってみようかと思って目的地にしています。はい、河津といえばですね、毎回通ってるんですけど、河津七ダルループ橋ですね。はい、ここからループしていきます。数十メーターのね高さを一気に、下っていくわけですけども、ループしながら、高低差をクリアしていくと
いうループ橋ですね。分かればここにね、ループ橋のスペックを出しておきたいと思いますけど、何階建て構造なんだろう。3階建てぐらいですかね。以前仕事で、まだサラリーマンやってた頃、このループ橋の真下の民宿というか宿に泊まったことがありましたけど、なかなかの景色でしたね。はい、ループ橋終了ですね。最近この辺高速道路というか道が開通したので、南伊豆へのアクセスも多少良くなってると思うんですけどね。伊豆も割と私1年に2回ぐらいは来てますね。埼玉あたりからだとね、アクセスするのにね、結構ちょうどいい距離ですよね。間もなく南伊豆弓ヶ浜、あれなんか聞いたことあるぞという感じなんですが、デリカミニでね、去年ここでねデリマルくんとインスタ360振り回しながら撮ったところですが、到着。弓ヶ浜の海水浴場の目の前ですね。休暇村南伊豆に到着しました。もうチェックインの時間2時間過ぎてるんでね、早々と、チェックインしてですね、風呂入ってご飯食べたいと思います。はい、到着。The road ahead, it twists and turns, and the sun it beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through.'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground.Too far in this to raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I have my doubts, but I must keep pushing through. Yeah, I get itはい、ということで、休暇村南伊豆一泊させていただきました。いや、休暇村、今回泊まるの2回目ですけど、ポイントカードを作ったほど、またリピートしようと思っています。全休暇村で使えるポイントがあるんですけど、いや、今回もね、コスパ良かったですね。
土日にもかかわらずですね、1人1泊2万円以下と。それで、この内容という感じなんですが、今回ちょっと黒毛和牛の、ステーキっていうのを追加しちゃったんで、1人2万円はちょっと超えてたんですけど、それつけなければ全然1万9000円台とかでもね、土曜日1泊で泊まることができると。いや、コスパはいいですね。で、ロビーではですね、ウェルカムドリンクとしてなんかレモネードとかコーヒーとかが振る舞われていて、ドーナツが1個ね、1人1個もらえたりとかするんですが、その辺はオールインクルーシブとかではないですけど、十分かなと。そして恒例のお部屋チェックですけども、お部屋もね、良かった。和洋室取ったんですけど、この値段で泊まれるのっていうぐらいでしたね。で、十分広いし、和洋室になってるんで、ベッドがあって、奥に、ちょっと座敷があって、そこでちょっとゴロ寝もできるような感じになってました。このゴロ寝スペース重要ですね、結構。そして食事はね、前回、休暇村の富士で泊まった時も、かなり良かったんですが、今回も良かったですね。なんか沖縄フェアっていうのをちょうどやってるタイミングだったんで、レギュラーメニューというよりは、なんか沖縄の料理がいろいろあったんですけど、沖縄そばとかですね、ラフテーとか、ゴーヤチャンプルとかいろいろあったんですが、私ね、沖縄料理好きなんで、結構良かったですね。それ以外にもお刺身も当然食べ放題。で、さらにお寿司も、ビンチョウマグロとかね、そういったものもある中で、食べ放題になっていると。で、天ぷらも揚げたてが食べれるとかですね。結構ビュッフェの内容としても、この価格考えたら、もっと高いところでもっとしょぼいところあるよっていうような感じの内容でした。で、一番今回のビュッフェの中で何が美味しかったかっていうと、孫茶漬けっていうのがありまして、要はご飯、丼に、この、なめろうみたいなものをですね、好きなだけ乗っけて、で、あとね、あられとか、海苔とか、わさびとか、いろいろ乗せて、だしで、割って食べるというね、孫茶漬けっていうのがあったんですけど、これがめちゃくちゃ美味しくて、思わずおかわりしちゃいましたね。で、それ以外にも今回ね、黒毛和牛のステーキつけたんで、それもね、結構美味しかったです。で、お酒は飲み放題ではないんですけれども、1300円で静岡の地酒3種類の飲み比べというのがあったんで頼んだんですが、全部ね、ちゃんと純米でしたね。で、美味しかったです、どれも。で、お風呂もね、結構良かったんですよ。昨今泊まった風呂の中では結構良かったなっていうぐらい、内湯も広くてですね、で、外湯も壺湯が2つあって、さらに、露天もあるというような感じで、結構綺麗で広いというお風呂でした。サウナとかはなかったですけど、私にとっては十分だったし、ちょっとね、ぬるめのお湯だったんですけど、それがね、壺湯とかずっと入ってられるというような感じで、壺湯はね、ジャグジーになっていて、ジェットバスというかですね、腰とかをこうね、ボコボコ当てられるんですが、ずっと入ってられるぐらい気持ちよかったですね。風呂も良かったんですよ。で、この価格ということで、ちょっとあんまり言うとね、混むと嫌だからあんまりおすすめしたくないというぐらいなんですが、他の場所の休暇村も泊まる予定がありますので、リピートしてポイント貯めていきたいと思います。ということで、今回2日目の朝なんですけれども、朝食もビュッフェでした。で、朝食も、タイの茶漬けとかもあってですね、それ以外は、普通にサラダとか、あとはパンとか、カレーとかいろいろあったんですが、それらもね、朝食も美味しかったという感じですね。いや、ありがとうございました。で、今回の休暇村の南伊豆が良かったのはですね、屋上にですね、テラスがありまして、ハンモックとかがあって、で、弓ヶ浜の目の前なんで、弓ヶ浜の海を見ながらですね、足湯に入れる足湯テラスがあったんですね。で、しかも気が利いてることにちゃんとタオルも用意されていてもバッチリでしたね。で、波の音を聞きながら足湯に入ったり、することもできますし、夜にはですね、なんか星空カフェみたいな感じになっていてですね、ピーチティーと、あと、コーヒーが、しかもね、豆の種類も、こだわりの豆が、出されていてですね、コーヒー飲みながら夜はね、星を見ながら、足湯はちょっと暗くて入れないような状態になってたんですけども、テラスでちょっと涼むこともできると。で、ハンモックで星空を見ることもできると。いや、なんとも、なんかね、贅沢な空間でしたね。はい、ということで、一泊して、これから帰路に着きたいと思いますが、ちょっとですね、2日目あいにくの雨が降ってきてしまっていて、内外装を実はね、ここで撮らせていただいたんですけど、内外装撮ってる間は晴れてたんですけど、ちょっとね、小雨がパラつきそうな感じなんで、弓ヶ浜をちょっとね、走りながら帰って行きたいと思います。じゃあ、お世話になりました。ありがとうございました。じゃあ、目の前がね、弓ヶ浜海水浴場なんで、ちょっと行ってですね、こんな感じで、もう超目の前が海でございます。
いや割と最近来たばっかですよね。デリマルくんと練り歩いたのがここでしたね。日本の渚百選弓ヶ浜と書いてあります。おー、浜がありますね。確かにね、弓ヶ浜結構綺麗でした。ゴミもね少なかったですね。結構ね、日本海側のこの前もね瀬波温泉とか行ったけど、ゴミがすごくてね、あれ大陸の方からね流れてくるゴミも多いんでしょうけど、やっぱ伊豆の海とかはね綺麗ですよね。そういった意味ではね、多分清掃活動とかもされてるんだと思いますが、結構綺麗ですね。ちょっとじゃあ散策していきましょう。はい、今ですね弓ヶ浜で久しぶりに前にデリマルくん撮ったところと全く同じロケーションなんですが、そこで、ちょっと撮影しまして、そしたらですね、撮影終わったらもう雨が降ってきたということで、もう帰れってことですね、これはね。まあでも撮影してる最中は降られなくてよかったなというところですね。いや持ってますね。今日も 90% の降水確率だったんですが、撮影してる時はなんとか天気が持ってくれました。ありがとうございます。ということでこれからね、埼玉まで帰っていきたいと思います。で、今回はですね、出発する前にガソリンとか給油しなかったんですが、まあ往復4、500キロということであればですね、こちら結構、航続可能距離は長く600キロ以上、航続可能距離が出てたんで、このまま帰っていきたいと思いますが、残りの航続可能距離現時点でも435キロと出てるんで、まあ余裕で帰れるでしょう。そして最後にね燃費の発表もしたいと思います。はい、今ですね、龍宮窟に、行ってきました。嫁族は前回行ってないんで、せっかくだったらここまで来たら、見ておくかということで、久しぶりに龍宮窟ハート型に見える洞窟ってやつですね。まあ、実際ハート型かどうかっていうのはまあ微妙なところなんですけど、雨が降ってるんで人いないかと思ったら結構人いましたね。で今回も見てきたんですけど、なんかね赤かったですね。なんか海藻がかなり浮いていてですね、洞窟の中が赤くなってたんで、あれはやっぱりいずれ誰かが清掃とかしてるんですかね。前回来た時はそこまで、赤くなかったんですけど、で上からも一応ちゃんと見てですね、今帰っていくという感じですが、やっぱり今回もですね、前回行ったけどあれですね、動画は蔵に入っていてカットされちゃったんで、その時の映像も合わせてちょっと今回紹介したいと思いますけど、はい、こんな感じでね、撮ってたんですね。でハート型に本来的には見えるはずという感じです。で今回もですね、前回もそうだったんですけど、立ち入り禁止のチェーンがあるんですけど、あれをまたいでるのはですね、ホーリガーの方だけですね。はい、日本人は誰一人としてチェーンの外側には行かないんですけど、今回は率先してチェーンをまたいでいたのは外国人観光客の人々だけという感じで、確かにチェーンまたがないでくださいって書いてある注意書きが日本語でしか書いてなかったんで、まあ言い訳にはなるんですけど、ああいうのもね多言語対応した方がいいですよね。はい、ということで今度こそ、帰路についていきたいと思います。はい、帰りもね河津七ダルループ橋走って行きたいと思います。ちょっと雨がぱらついてますけどね、路面はまだ乾いてますね。さあここからまたループ橋を回って行きましょう。3層構造、2層構造なのかな、3層構造か。半径40メートルと書いてありますね。いやでもね、ミニカントリーマン JCW 走りはねとてもご機嫌でしたね。やっぱパワートルクがあるとこうね、自分がアクセルを踏んだ時にすぐにね車が反応してくれると、ラグなく、反応してくれるっていうのがね、やっぱりそういうのが気持ちいいですよね。だから一回り小さい車に乗っているようなそんな感覚すらあるというのがこのカントリーマン JCW ですね。ジョンクーパーワークスの名は伊達ではないという感じがしました。さあループ橋を越えてまた天城越えをして帰っていきましょう。はい、ということで、今家まで戻ってきました。今回の、伊豆旅行
往復約500キロありましたけども、リッター 14.2 に落ち着きました。まあこちらのねジョン・クーパーワークスは割とハイスペックモデルとなっているので、燃費スペシャルの車ではないんですけども、比較的こんだけ燃費が出ればいい方じゃないかなと思います。ハイオク仕様ですけどね。はい、といった感じで今回は南伊豆を巡るミニカントリーマンジョン・クーパーワークスの旅でした。こういうね、納車された車で巡る車旅のコーナーもいいよという方はぜひいいねボタン、そしてコメントもいただけるとモチベーションになります。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブはワンサクチューブ、次回もお楽しみに。